こんにちは。お金と自由の航路チャンネルです。土曜の夜、ゆっくりしているはずなのに、ふと、このままのお金で大丈夫かなと、そんな不安がよぎることはありませんか？今日は、そんな方に向けて話します。テーマは、いくらあれば大丈夫なのか。この永遠の謎みたいな問いに、一つの考え方をお届けしていきます。結論から言うと、いくらあれば大丈夫かは人によって違います。でも、どうやって決めればいいかは、共通の型で整理することができます。今日のゴールは、ネットの数字に振り回されないこと、そして自分なりの大丈夫ラインをゆるく設計できるようになることです。この動画は資産を築いていきたい、すべての方に向けた内容です。年代や今の資産額にかかわらず、一緒に自分の大丈夫ラインを考えていきましょう。それでは、早速いきましょう。ここから第一章です。よくある勘違いから見ていきます。まず、一番多いのが、老後は2000万円必要らしいという話です。ニュースや本でよく見かける数字ですよね。この数字を見て、まだ全然足りないと落ち込んだり、自分はそこまでいらないと感じたり、人によって反応は様々です。でも大事なポイントは、その数字が生まれた前提です。どんな暮らし方をする前提なのか、どんな年収、どんな地域なのか、前提が見えない数字だけを見てしまう。これが不安を膨らませる大きな理由です。もう一つの勘違いが、周りの人の数字に引きずられることです。同僚がうちはもう貯金2000万あると、同窓会でうちの資産は4000万くらいと、何気なく聞いた一言が心に刺さります。すると、頭の中でこうなります。あの人が2000万なら、自分もそれくらいは。4000万ないとまずいのかなと、知らないうちに数字が基準になってしまう。これを行動経済学ではアンカリングと呼んだりします。最初に聞いた数字が基準になってしまう現象です。そしてもう一つ、大丈夫という言葉が曖昧なまま、数字だけを追いかけてしまうことです。大丈夫とは何が大丈夫なのか、今日の生活なのか、10年先の教育費なのか、老後の安心なのか、この中身を決めないまま、ただいくらあれば大丈夫と考えると、一生答えが見つからなくなってしまいます。ここまで聞いてくださっている方、きっと真面目にお金と向き合っている方です。この後、具体的な整理の仕方を丁寧にお話ししていきますね。では、第2章です。ここからは2人のストーリーで見ていきます。1人目は新次さんです。45歳、会社員、妻と小学生の子供が1人。手取りは月35万円くらい。貯金と投資を合わせて800万円ほどです。新次さんは土曜の夜、リビングで家族が寝た後に一人でスマホを見ながら、うちはこれで大丈夫なのかなと考えます。ネットでは老後は1億必要という記事、SNS では資産3000万で安心という投稿、見れば見るほど不安が膨らんでしまいます。一方でもう一人、美穂さんは38歳の独身会社員です。都内の会社で働いていて、貯金と投資が合わせて400万円ほど。美穂さんも土曜の夜、家でゆっくりしている時に、ふとこのまま一人で年を取ったらと、胸のあたりがざわざわしてきます。実家にはあまり頼れない感覚があり、自分で何とかしないと思っています。でも、具体的にいくらあればと聞かれると、うまく答えられません。面白いのは、二人とも同じ質問をしています。いくらあれば大丈夫なんだろう。でも、本当に知りたいのは少し違います。新次さんは、家族を路頭に迷わせないか、教育費や住宅ローンを払っていけるか、そこが一番気になっています。美穂さんは、一人でも寂しくない暮らしができるか、病気になった時に困らないか、そこが一番気になっています。
このように、同じいくらあれば大丈夫でも、前提となる暮らし方が全く違います。だからこそ、必要な数字も当然違ってくるわけです。じゃあ、どうすればいいのか。ここからは整理してお話しします。第3章、大丈夫を3つに分けるフレームです。まず、最初の大丈夫です。レベル1、今日から1年が大丈夫です。ここで大事なのは、仕事が少しうまくいかなくても、家の中で安心して眠れることです。そのために必要なのが、生活防衛資金という考え方です。簡単に言うと、生活費の何ヶ月分を守るかです。例えば、月の生活費が25万円の方、3ヶ月なら75万円、6ヶ月なら150万円。これくらいがよく言われる目安です。ここで大事なのは、正解の月数があるわけではないということ。仕事が安定しているか、家族構成はどうか、それによって安心できるラインは人それぞれ違っていいということです。次にレベル2です。10年くらい先が大丈夫というラインです。ここでは教育や住宅など人生の中でも大きなイベントが出てきます。子供の進学、家を買うかどうか、このあたりをざっくりでいいので地図に書き込んでおくイメージです。例えば新次さんなら子供が高校、大学に進むタイミング、住宅ローンの残り年数、ここを10年くらいのスパンで見ていきます。美穂さんなら仕事を続けたい年齢、もし転職するならいつ頃か、親の介護がどのくらいで始まりそうか、これを10年地図として頭の中だけでなく紙に出していきます。そしてレベル3です。老後、働けなくなっても大丈夫というライン。ここでは年金と資産のバランスが大事になります。毎月どれくらい使いたいか、どれくらいの年金が見込めるか、その差を資産の取り崩しや投資の収益でどのくらい埋めるのか、ここをざっくり考えていくステージです。もちろんこの段階の計算をまだきっちりである必要はありません。大きく見て足りなそうかそこそこいけそうか、その感覚をつかむことが大切です。ここで使えるのが自由度スコアという考え方です。自由度スコアは0から10までの数字で自分の安心度をざっくり見える化するものです。例えばこんな感じです。スコア2から3はとりあえず生活できる。スコア5から6は少し選べることが増えてきた。スコア8から9は働き方、休む場所をかなり選べる。このスコアをつけるときにお金だけを見るのではありません。生活防衛資金の有無、仕事の安定度、人間関係や住んでいる地域の安心感、こういったものも一緒に考えます。例えば新次さん、生活防衛資金は3ヶ月分くらい。仕事は安定しているけれど転職は少し怖い。家族との時間はもう少し増やしたい。こうすると自由度スコアはだいたい4から5くらいかなと見えてきます。美穂さんはどうでしょうか。生活防衛資金は2ヶ月分くらい。仕事はそこそこ安定していて転職も視野にある。独身なので身軽さもある。この場合自由度スコアは3から4くらいかもしれません。このようにいくらあるかだけでなく、どんな暮らし方か、どんな選択肢を持てているか、ここまで含めて自由度スコアで見ていきます。ここまでがとても大事な土台です。この後、簡単な数字の見方を一緒に整理していきます。では、第4章です。簡単シミュレーションの考え方です。まず、紙カメモアプリに今の月の生活費を書き出します。家賃や住宅ローン、食費や光熱費、保険料、通信費、小遣い、ざっくりで構いません。例えば、合計で月に15万円だったとします。生活防衛資金を6ヶ月分欲しいなら、25万円 ×6 で150万円。
これがレベル1の守りたいラインです。ここでもう達成している方、そしてまだ途中の方、両方いると思います。もう達成している方、自由度スコアが一つ上がった感覚をぜひ味わってみてください。途中の方、ここをまずの目標として何年で達成するかを考えてみます。例えば毎月3万円をコツコツ貯金と投資に回すとします。単純に考えても150万円割る3万円で50ヶ月です。4年ちょっとで生活防衛資金が貯まる計算です。もちろん実際にはボーナスや投資の増減もあります。でもだいたい数年でたどり着けるとイメージできるだけでも不安の質が少し変わってきます。ここで登場するのがNISAやiDeCoといった制度です。これらは増やすための道具です。でも道具はゴールではありません。どんな暮らしのために使うか、ここが決まっているとブレにくくなります。例えば生活防衛資金までは現金多め、それ以上は長期のインデックス投資で増やしていく、そんな使い分けも一つの考え方です。大切なのはこれが正解ですと一つの形に縛り付けないことです。自分の性格や不安の強さに合わせて配分を決めていくことが大事なポイントです。そしてレベル3の老後については今の時点では方向性だけで十分です。例えばこんな問いかけです。65歳以降月にどれくらい使いたいか、今の生活費の何割くらいで足りそうか、ざっくりでいいので数字を置いてみます。その上で今のペースで積み立てると何年後にどのくらいのゾーンにいそうか、ゆるくイメージしてみる。これはきっちり当てる予想ではありません。航路図を少しだけくっきりさせる作業です。ここまで聞いてくださっている方、もうかなり真剣にご自身の人生とお金のことを考えている方だと思います。この後、今日からできる小さな具体ステップをお話しします。ここが一番大事なところです。では、第5章です。今日からできる5つの具体ステップです。ステップ1、大丈夫な暮らしを3行で書き出します。例えば、こんな感じです。家賃やローンを心配せずに払えている。月に1回はちょっとした外食ができる。年に1回は小さな旅行に行ける。このように数字ではなく暮らしの景色で書いてみるのがコツです。ステップ2、手取りと生活費、貯蓄額をざっくりでいいので書き出します。ここでは1円単位まで出す必要はありません。だいたいこれくらいと自分の感覚を数字にしてみることが目的です。ステップ3、生活防衛資金の目標月数を決めます。仕事が安定している方は3ヶ月分でも、自営業や収入が不安定な方、6から12ヶ月分を目指してもいいかもしれません。ここもこれが正解というものはありません。自分が眠れるラインはどこか、それを丁寧に感じてみるステップです。ステップ4、積立額をとりあえず1年続けるラインで決めます。頑張れば出せる金額ではなく、仕事が忙しい時でも続けられそうな金額、ここに設定するのが一番のコツです。例えば月5万円が理想だけど、まずは月2万円からにしてみる。そんな始め方でも全く問題ありません。大事なのは Just Keep Buying、 やめずに続けることを一番大事にすることです。ステップ5、半年に1回自由度スコアを見直します。今の自分は0から10でどれくらいか、半年前と比べて少し上がったか、数字というより感覚を確かめるチェックです。もしスコアが下がっていたら焦るのではなく、何が変わったのかを優しく振り返ってみます。仕事の状況かもしれません。家族の事情かもしれません。物価の上昇かもしれません。それを見た上で、じゃあどこを整えようかと
次の一歩を決める材料にしていきます。では、最後に第6章です。まとめとメッセージで締めくくります。今日のテーマは、いくらあれば大丈夫なのかでした。ここまでお話ししてきた通り、大事なのはいくらよりも、どんな毎日なら大丈夫と感じるかです。数字は、その暮らしに向かうための航路図のようなものです。完璧に書けなくても大丈夫です。新次さんも美穂さんも、大丈夫ラインの中身を言葉にしたとき、少しだけ胸のざわざわが穏やかになっていきました。それは答えが出たからではありません。自分で考える地図を持ち始めたからです。このチャンネルでは、お金を自由を選ぶための道具として、一緒に考えていきたいと思っています。今日のお話は、あくまで一般的な考え方です。具体的な商品や運用のやり方、必ずご自身の状況に合わせて自分の責任で選んでいただければと思います。土曜の夜の静かな時間に少しでも心が軽くなっていたら嬉しいです。これからも一緒にお金と自由の航路を整えていきましょう。